こんばんは。はるです。今回はファンタジー FC ヒーローチーム2のティアリストになってます。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイス、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。こちらの動画はですね、ヒーロー選手のみのティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがファンタジー FC ヒーローチーム2のティアリストになってます。D には誰も入れていないという風なことになっていて、まずは C ですね。C はですね、マスチェラーノを入れました。この選手に関してはですね、ベースはそこまで強くはなかったんですけれども、そこから、少し強化をされて使えるようになったという風な選手にはなりますね。特にロングパスのプラスっていう風な部分が中盤としてはね、ちょっとでかいのかなという風に思いつつ、守備も能力向上しまして、フィジカルもちょっと上がったという風な選手にはなりますね。ただペースがちょっと遅かったりとか、プレイスタイルの部分で、インターセプトジョッキーとかっていうのはいいんですけど、もうちょっと欲しかったなという風には思いますね。能力のアップグレードで変わる可能性はあるんですけれども、プラス2なんで最大ヒーローは。なので、プラスにされてもそこまで理不尽さは感じないかなという風には思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、マクマナマンを入れました。マクマナマンはね、結構いいというか、今作の序盤はですね、ベースのマクマナマン使われてはいましたし、ペースがね、速くって、ドリブルも若干、軽くって、パスもね、うまくって、ちょっとフィジカルがあるという風な選手にはなってますんで、サイドアタッカーとして、相手に脅威をちょっと与えられる、そんな選手にはなります。ただやっぱり理不尽さという風な部分でもうちょっとシュートの部分が上手かったら良かったなという風には思いつつ、敏捷性も高ければいいなという風には思いますね。テクニカルのプラスついてるのはね、結構いいポイントで、これがついてるからこそちょっと強いと思わせてくれる、そんな選手にはなりますね。あとは今週とかついてて容赦なしもね、ついてはいますので、全然悪くはないという風な選手にはなりますね。使いこなせる方は、全然おられるという風なことで、個人的にはスタメンに入ってても、このカードはおかしくないかなと思いますね。プラスにされれば、変わってくるかなという風なところですね。そして続いては A ですね。A はですね、ブロリンを入れました。4-4になったという風なことはでかいですし、スピードがあって、ある程度細かいタッチができるという、そんな ST の選手になってますね。ラピッドのプラスがついたことで、より相手を置いていける速さという風なものを手にしましたね。また ST 選手としてレーサーが86まで上がったことで、決めきれる力っていうのを少し持ったという風な選手になりますね。若干やっぱりフィジカル面はそこまでない選手にはなるんですけれども、単純にスピードで置いていけるっていう風なね、選手にはなるんで、個人的には全然、A ランクには相当するかなという風に思います。こっからね、アップグレをされれば、より強くなっていきますので、プラス1、2が楽しみだなという風には思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、ボンパストル、スナイデル、ヤヤトゥーレ、ラミレス、ルシオと、この5名を入れました。まずはボンパストルですね。この選手はね、やっぱめちゃくちゃ強化されたなという風な印象を受けますね。逆足4っていうのは素晴らしいですし、クロスの、プラスと容赦なしのプラス2つのプレイスタイルプラスを備えたことでより、強くなりました。さらに予測だったりとか、あとはクイックステップっていうのをつきながら能力に関しても高くなったという風なところですね。フィジカルは弱いですけれども、ただそこまで気にはならないスピード面と、あとは予測っていうのがありますので、そうですね、あんまり自分的にはマイナス点ではないというか、プラスの要素が非常に多いサイドバックになってますね。インターセプトもしっかりしてくれますし、ドリブルの軽さ、そしてペースの速さ、あとはパスがめっちゃうまいっていうのも一ついいポイントにはなりますね。やっぱり空中戦とかさっき言ったフィジカル面はどうしてもマイナス点だと思うんですけれども、それ以上に総合力が非常に高いという風な選手になりますので、個人的には S ランクかなと思いますね。そして続いてはスナイデルですね。スナイデルに関しても非常に強化をされて UCL ヒーローと共にというか、同じく55になりましたね。で、能力が単純に高くなっ
てペースは88まで高くなりまして、シュートも打てるし、ドリブルも軽いし、パスはめっちゃうまいという風な選手にはなってますね。まあ、パワーシュートのプラスじゃなくって、まあ、もっとみんなが使うようなプレイスタイルプラスだったら、より良かったかなという風には思うんですけれども、本当にこうスナイデルだからこそ通ったパスっていう風なものがありながらも自分で言うことができるという風な選手なんで、相手からすると、守備する側からすると本当に守りにくい、そんな選手にはなるので非常におすすめですね。そして続いてはヤヤトゥーレですね。この選手も非常に強い選手になってますね。もちろん能力の向上というのはあるんですけれども、プレイスタイルプラス2つ付きということで、シールドのプラスとブルーザーのプラスというふうなことですね。予測こそついてはいないですけれども、関係ないですね。ヤヤトゥーレ。本当にフィジカルでゴリッと持っていくっていう力がありますし、取り切る力だったりとか、あとはもう本当に攻撃もできる選手になりますので、本当に攻守にわたってでかくて理不尽さを示せる、そんな選手にはなってますね。まあバルサのね、勝ちだったりとか得点だったりとかによって最大プラス2があり得るので、まあプラス2を目指しながらプラス1は最低してほしいなというふうには思いますね。もう最強のボランチ CM の選手になってますね。そして続いてはラミレスですね。こちらも非常にアップグレードされました。プラス2つ付きでパス面とインターセプトともに中盤としては非常に優秀なプレイスタイルになってますね。で、あとはやっぱり速いですね。中盤の選手でペース91っていうのはもうなかなかいない。多分一番速くなったか？多分それぐらいの数値だと思うんで、90超えはすごいなというふうには思いますね。で、さらに守備面だったりとかの向上も見られて、フィジカルもちょっと上がった。で、スタミナね、めっちゃ高いんで、1試合持つという風な選手にはなってますね。まあ、チェルシーが、頑張ってくれるかどうかという風なところですね。2勝、そして11得点いけるかどうかによって、この人がアップグレードされるのかどうか決まるので、まあ、ぜひちょっとこの人もプラス1は、してほしいところでワンチャンプラスに行ってほしいなというふうには思いますね。非常に、まあ値段もね、高いですし価値があるカードになりましたね。そして続いてはルシオですね。まあ言わずもがなですね。むちゃくちゃ強化をされまして、予測のプラスとブロックのプラス、ここ非常にでかいなと思いますね。さらにエアリアルだったりとか、パワーヘッダーがついている。インターセプトこそついてはいないですけれども、AI 面非常に賢いので、勝手に取ってくれるっていう風なシーンもあるんじゃないかと思いますね。で、ペースも上がりまして85という風なこと。そしてフィジカルも強くて、守備面もむちゃくちゃ高くなってる。で、ドリブルに関しても、もうこういうの自分で運んでいけるぐらいの軽さがあって、パスもね、上手い選手にはなりますので、本当に全てを兼ね備えた、より完璧になったルシオですね。かつ、レバークーゼンという風なことをベースチームにしてますので、プラスに全然あり得るという風なことになりますね。なんで、プラスにされたら本当に現環境最強のセンターバックに、なれるかと思いますし、チーム1のコンパにも負けない、そんな選手にはなってますね。こちらがファンタジー FC ヒーローチーム2のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。